懐かしい金消しに色付け動画シリーズ。今回は2009年発売の金消し復刻版パート11の技消しスペシャルマッスルドッキングその2筋肉バスター分をペイントします。原作カラーを参考に二超人水性アクリル塗料で色付けをしてマッスルドッキングを組み上げました。金消し復刻版技消しスペシャル、当時のカプセルに同梱されていたブックレットです。この段は復刻版の第11弾技消しのラインナップで、今回のマッスルドッキングの他にもクロスボンバーやアシュラバスターなど魅力的な新規造形のデザインも数点ありました。まずはこの技消しの素体、塗装前を見てみます。新規造形で一応ちゃんと自立できるようにデザインされていて、今回塗装する筋肉バスターは先に塗装したテリーマンの肩に乗っかる形になります。塗装後のレビューを先に。今回は原作カラーリングイメージ。まず筋肉マンは意外と少ない上半身タンクトップシャツ。原作カラーでは白です。続いてネプチューンキングです。こちらは茶、深い緑、黒、グレーを基調にしたラスボス感ある重厚で暗いイメージです。金消しデカ消しの塗装はおよそこんな流れで下処理をしていきます。煮沸してゴム素材を柔らかくして形を整え、余計な油分や表面のホコリを取る。ベンジン漬け込みを一晩から2日して過素材、塩ビを柔らかくする薬剤を抜く。乾燥させミスタースーパークリア艶消しを全体に吹き、塗装の下地を作りました。ここからは筋肉マン、ネプチューンキングの順に塗装動画です。ペイントの様子は使用したカラーごとに見ていきます。ベースとして全身にまずパレホのパンツァーエース肌色ハイライトカラーを塗りました。よく下地作りに使っているライトな部類に入るフレッシュカラーです。ひと手間ですが、下地のあるなしでその後の色のりは違ってくるので、漏れなくしっかり塗っていきます。下地の完全乾燥の後、目、そして今回のコスチュームカラーを上塗り。口の中、リストバンドやブーツもこのカラーです。モデルカラーのホワイトグレーを使用しました。塗装面積は大きいです。色ムラが出ないように下出るカラーのテクニカル、ラーミアンメディウムという溶剤塗料を使って水で薄めながら色をのせていきました。塗って別の箇所の作業のうちに乾いてくるので、結果的に2度ほどの重ね塗りでしっかり色をのせました。フォローで入れる下出るカラーはホビー用の水性アクリル塗料で、イギリス発の独特の形状のボトル入り塗料です。塗料は水性アクリルのパレホを基本に下出るカラーを要所で使いながらオール筆塗りで色付けをしていきました。使用した筆は基本は模型塗装用の面相筆。面積の広い箇所はブラシを使って時短させ効率よく塗装をしました。工程は下地塗りから上塗りの大きく2段階です。今回の色塗りに使用した塗料はこちら。マスクの顎ラインに赤です。ゲームカラーのブラッディレッドです。鮮やかな赤カラー。適度な粘性で扱いやすい。肌カラーはモデルカラーのフラットフレッシュです。少し濃い色味のフレッシュカラー。その分隠蔽力は強い。細かな色分けはありましたし、塗装箇所は多いのですが、今回の筋肉マンは上半身がしっかりコスチュームを着ているので、塗装面積自体はさほど大きくはありませんでした。先に作った筋肉ドライバーのテリーマンとの色の差別化のため、この少し濃い色味のフレッシュをチョイスしました。筋肉マン、筋肉すぐるは物語の主人公、筋肉性の王子。後に第58代大王となります。超人強度は95万パワー。パレホは世界水準で最高級の水溶性アクリルカラーと言われ、筆塗りによる塗装が滑らかに、筆ムラも出にくく、広い範囲に塗装ができます。モデルカラーはパレホの筆塗りのスタンダードです。色数も多彩、仕上がりはマットな表面の質感になります。速乾、無臭、均一で色ムラが出にくい、水溶性、これらが何といってもパレホの魅力です。唇にゲームカラーのスクイッドピンクを使用しました。このあたりは極細筆が大活躍のペイントです。
筋肉マンの塗装でかかった時間は約30分でした。目と額の肉マークを書き入れです。モデルカラーのダークグレーを使用しました。細かい書き入れですが、ここがポイントです。丁寧に書き入れました。最後はパンツのバンド部。中央にシタデルカラーのレトリビューターアーマーです。続いてネプチューンキングです。こちらもパンツァーエース肌色ハイライトカラーです。水で溶いて全体に薄く塗りました。赤の素体の金消しへのペイントだったので、しっかり下地は作りました。前面に模型用の平筆で一気に塗るので、金消し1体につき 2,3 分あれば下地はできてしまいます。色分け1色目にシタデルカラーのベース、グレイナイトスティールです。マスクの目の部分に、剣道の防具、前掛けの箇所に黒、ゲームカラーのブラック、上塗りも来るので先にここを塗りました。ネプチューンキングはパーフェクト超人界のドンで古代超人界最強の伝説を持つ存在です。弟子のネプチューンマンのパートナーであるビッグザブドウとして剣道の防具のような仮面と装束で正体を隠していました。その真の姿は数十年前にテームズ川で待っていた完璧なる支配者。続いて金色、マスクのカラーです。シタデルカラーベース、レトリビューターアーマーです。粘性高く隠蔽力強いゴールド。続いて頭部の後ろ部分、頭髪を中心に茶色です。モデルカラーのベージュブラウンを使用しました。一般的な茶色に近い落ち着いたカラーです。一部足元にも塗っています。筆で塗りに行って引っかいてしまうとムラになってしまいがちなので、先端で叩いて色をのせるイメージで作業をしました。当時物の金消しで約4センチ程度のサイズ感を持つ筋肉マン消しゴムの標準的な大きさのものがレギュラーサイズ。2000年代に入ってリバイバルブームで主要キャラクターが全11弾に分かれてシリーズ化され、復刻版としてリリースされました。ダークグリーン、ゲームカラーの塗料を使いました。上半身のコスチュームに濃い色味の緑です。面積は大きいですが、さすがファレホ。下地も走行して一発で色は乗っていきました。相変わらず道着の武道の文字の書き入れが細かくて難所です。ゲームカラーのシルバーです。銀色、今回の塗装では重要なカラーです。前掛けの武道の文字、そして道着のボディの部分、腕の走行にも、さすがの銀色の発色の良さです。ゲームカラーはファンタジックな特別色で、人物、モンスター系フィギュアに適した鮮やかな色がメイン。粘度は低め、隠蔽力、塗膜は強い特性を持っています。一部露出している耳にモデルカラーのフラットフレッシュを使いました。最後はモデルカラーのダークグレーです。粘性と隠蔽力はブラックよりも扱いやすいイメージです。下半身、袴のカラーとして使いました。ネプチューンキングのパートで塗装に要した時間は約40分でした。ビッグザブドウはミイラ状の老人の姿の個室保温のためまとっていた複数のオーバーボディでした。塗装後はソフト99コーポレーションのボデーペン、クリアを全体に吹き付け、乾燥させて完成です。台座をつけて塗装後です。筋肉ドライバーにジョイントしてマッスルドッキングの完成です。ということで今回は筋肉マン金消し塗装復刻版のパート11のシリーズから筋肉マンネプチューンキングを原作超人図鑑カラーを参考に水性アクリル塗料にてペイントをしました。筋肉バスターを完成させ組み上げました。ご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。チャンネル登録、高評価、引き続きの応援のほどよろしくお願いします。